掃除で開運。整理ができない人っていうのは整理しようと思うから捨てなきゃいけないそうです。迷ったら捨てる。捨てられない人の原理は、もしこれを使うことになったらどうしよう。今使わないものはずっと使わない。使えるものを捨てたらもったいない。明治大正時代の時は物がなかったんだよ。今は物が余っちゃってて、使わないものが部屋を占領しちゃってるんだよ。部屋とは人間の気を養うところ、自分の気持ちを充電するところなんだよ。ところがそこに使わないものが置いてあると、そこから無駄な波動が出ると、その人が疲れるんだよ。うつだろうがノイローゼだろうが自殺者が出るとかは、家が整理されているところは絶対出ないんだよ。それは外から帰ってきてエネルギーを取られる状態になっちゃってる。自分で持ってみて迷ったら捨てる。それで持った時にワクワクするものは使うんだよ。ワクワクしないものは使わないんだよ。それで無駄なものが多い人は社会でも無駄な人間とか無駄なものに囲まれて生きてるんだよ。片付けるとは捨てるの。いらないものが山ほどあるときは片付けようがないんだよ。だから人生がダメになっちゃうんだよ。それから古い新聞紙があるとか、本が置いてあるとか、本もよほど大切な本以外は一回読んだ本は読まない。もう一回読みたかったらまた買う。古い荷物とか使わないもの、押し入れに置いてあると、その部屋で寝たとき疲れて眠れなくなったりもします。そこから波動が出るの。その中からいらないものを捨てるの。8割方いらないものなの。いらないものを捨て出すと、人は必要なものしか買わなくなるの。片付けるとは捨てるの。いらないものが山ほどあるときは片付けようがないんだよ。本当にいるものだけ残す。悪い波動が出ると同時に悪い霊が溜まるんだよ。子供が登校拒否して頭がおかしくなって変なこと言い出してきて、そんな時はその子供部屋の隣に山ほど物置と呼んでるけどガラクタが積んである。そのガラクタから波動が出るんだよ。脳がおかしくなってくるぞって。家の中が揉める。人間関係も揉める。人間関係が揉めるときは部屋がごちゃごちゃなんだよ。買うよりも捨てる方がエネルギーがいるの。だから溜まっちゃうの。無駄なものを買わなくなってきて、本当にいいものだけ買うようになってくる。使わないものはゴミ。使わないものに波動を奪われるというお話でした。長くなりましたが、ご視聴ありがとうございます。感謝しています。